皆さんこんにちは。中井太一です。新年一発目。本日は足がたくさんあるあの商材へのこんな会社に来ました。丸方菓子水産です。はーい。なんとこの会社さんは生きたタコを加工するということで楽しみですね。本日も動きチャンネル行ってみたいと思います。それでは、丸方菓子水産の高橋勉君にですね来てもらいたいと思います。どうぞ。どうもこんにちは。どうもこんにちは。恥ずかしいよね。これからいけすと加工場を見せていただくということで今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ丸方さんの活魚槽にやってまいりました。タコのいけすですね。これ多分20キロぐらいあります。20キロぐらいのやつ。15から20ありますね。どんくらいでけえかっつうと、はい。マジ？そう。すごい。でけえな。水タコって。うわ。逃げちゃう逃げちゃう。うわあ。こんなもんですよ。うわあ、すごい。どこが何になるんですか？いわゆるみんな頭って言うんですけど、実はタコの腹なんですね。腹なんだ。ここに内臓が入ってます。これ目だね。はい。でへー、口はどこにあるかっていうと、はいここですね。ここ。ここでカニだとかホタテとかアワビを食べるんですね。だからめちゃめちゃ硬いですよ。でこういった原料を、うちは活業者で生きたまま北海道とか青森から積んでくるわけですね。これ最大で大体20キロぐらい。でもいや本当にやばい時だと青森の30キロとかいます。30キロ。30キロ。足1本3キロとか。マジ？そうすごいな。それやばいです。もううちのいけすの担当はこうやって持っただけで、あ、これ何キロ、あ、これ生きてる、あ、これ死んでるって分かります。へえ。かなりプロフェッショナルです。へえ。うちのね、撮影用ですね。すごい。ありがとうございます。これが、あ、かわいい。あ5、6キロでしょうね。ここら辺がやっぱり扱いやすいですよね、原料的には。ちなみに漫画みたいにタコがブワーって墨吐くとかそんなに吐かない。まあ、加工してる時に多少ここから出てブワーってなりますけど、でも日常的に漫画みたいにあれない。すごい。これを巻きます。はい。これ必殺仕事人みたいな。これでそうなの？そうですよ。マジで？これですよ。すごい。これで巻きます。まず頭ひっくり返します。必殺仕事人じゃん。すごいね。頭ひっくり返して、でこの内臓を取っていきます。はい。でこれがイカでいうイカの塩辛とかになるお麩ですね。タコの麩は使えません。なるほど。内臓なので、はい、あとは内臓を取っていきますね。これだけで終わりです。そうなんだ。そうです。これで原料の内臓取りは終わり。はい、5秒から10秒です。本当だ。急いでやったら。でもまだ生きてる。でもまだ動きます。あ、先にトンビを取ってなかったですね。口？これが口ですね。これが口。うわあ。すごい。今これ閉じてあるけど、これ開いて貝類食べるんですね。そうなんです。貝類。貝を壊して食べる。そうそう。へえ、噛むんですね、ちゃんと。そう。あとカニとかもこれで食うんで。へえ。だから結構な強度なんですよね。へえ。すげえ。面白い。はい。面白い。頭を落とします。おお。頭。はい。まだ動いてる。頭も動きます。うわあ。で足一本一本になって動きます。動いてる。タコは一本一本がもう独立してるんで動くんですよ。これで原料の活用が終わりです。
必殺。うわなるほど。解体されてる。全部バラバラですね。そうでもまだ生きてますね。これちなみにオスメスそれがやけでしたオスはね足の先に生殖器があるんですけど、へえ。今回はこれメスを持ってきました。はい。タコは水産資源の中で珍しくオスよりもメスの方が身ついてるんですよ。そうなんだ。メスの方が身締まってて水分も少ないんでよりこの身に弾力があって美味しいんですね。すごい。うわ張り付いてる。わーすごい生命力。これ気持ちいい。入ってますね。いつもは機械でやるんですけど今日は手でやります。こんな綺麗に取れますね。すごい。1日に200-300キロは出ますね。200-300キロ皮で。はい。だからそれはかまぼこ屋さんだとかせんべい屋さんに原料として売っていただいたんです今は。なるほど。でこれタコの血です。青いの。こんな綺麗な色してるんですね。血が青いんです。へえ。神経の周りだけ白くてあと周り半透明になってるじゃないですか。これが死んだ原料だとか冷凍原料からやるとここ真っ白になるんですよ。でこんなに食感も出ないしタコの甘みとかうまみも全くわからない。でこれはもう生きた原料からやってる証。こんな美味しいタコないよね。本当に嬉しいですよ。本当にうま